こんにちは。夫婦仲改善チャンネル、夫婦のレシピのスーです。今回は、新婚なのに喧嘩ばかり、夫婦喧嘩を減らすための7つのヒントについてお話しします。このチャンネルでは、世界的有名な NLP の心理学を使って、一般アンケートをもとに夫婦に関するあらゆる問題を解決して、日本で幸せな家庭を一つでも多くするために情報発信しています。付き合いたての頃のように夫婦仲良くいたい。ずっと夫婦円満な家庭にしたいと思うあなたは今すぐチャンネル登録と通知ボタンをクリックしてください。それでは早速お話ししていきます。永遠の愛を誓ってこれから楽しい新婚生活、素敵な家庭を築きたいななんて夢みたいなキラキラした生活を想像していたけれど、実際蓋を開ければ旦那や妻と喧嘩ばかりで疲れてしまいますよね。私たちこんなに喧嘩ばかりしてこの先やってけるかな、結婚したばかりの新婚だというのにこんなに喧嘩ばかりじゃ1年も持たずに離婚かもなんて不安な気持ちも込み上げてくると思います。実は無駄な喧嘩をしないためには小さなことからゴールを決めて話し合い、そのゴールに向かうためにはお互いどう行動していくのかということを繰り返し行っていくことが必要になっていきます。一体どういうことなのか、早速新婚の夫婦に多い喧嘩内容から紹介しながらその問題に沿って詳しく説明していきますね。新婚だけど喧嘩ばかりしてしまう夫婦は一体どんなことで喧嘩しているの？新婚だけど喧嘩ばかりしてしまう夫婦は一体どのようなことで喧嘩しているのでしょうか？実際に60名の方にアンケートを取ってみたところ、このような結果になりました。アンケート調査の結果、共同生活について喧嘩している新婚夫婦が過半数を上回ってしまいました。確かにお互いに育った環境が違うので、いざ共同生活をしようとした時に、あれ？これは〇〇するのが普通じゃない？三角しないなんておかしいといった習慣などの違いが分かってきますので、それに関して喧嘩してしまうのは頷けますよね。あとは、夫婦以外の人間関係、プランについて、休日の過ごし方、妊活について、お金に関すること、性生活について、こういった内容で喧嘩してしまっていますね。もちろん、喧嘩の内容や質によっては喧嘩することが時には必要になってきますが、無駄な喧嘩やただお互い消耗するだけの喧嘩はなるべく避けたいですよね。そこで各種喧嘩の内容についてどう捉えていけば喧嘩が減らしていけるかについて一つずつ解説していきます。新婚だけど喧嘩ばかりしてしまう夫婦に送る7つのヒント。1、共同生活の喧嘩。共働きでも片方が働いていたとしても、どちらにしてもそれぞれの行動に関して直接的、間接的に協力することが理想です。2016年のピューリサーチ、人々の問題意識や意見傾向に関する情報を調査するアメリカの研究機関の調査によると、既婚成人の 56% が家事を分かち合うことが結婚生活を良くするために非常に重要であると述べています。というのも、これからの責任の大部分が一方のパートナーの重荷になると、イライラが増え、欲求不満の爆発となる可能性があるからです。まずは、できる限り快適に2人が分担できるような話し合いができるようになるのがベストですね。アンケートでは、このような意見がありました。GA8080GA さん、男性30代、結婚歴7年。クローゼットを開けっぱなし、お皿を洗ったらシンクが水でベタベタ、洗濯物の干し方が適当でうまく乾かないなど生活習慣の違いで私がいつもイライラしていました。 0607IHMR さん、女性30代、結婚歴10年。旦那がとにかくマイペースで家事を頼んでも全然やってくれないこと。共働きなので家事を分担したかったから。2、夫婦以外の人間関係に関する喧嘩。夫婦になると、夫婦関係以外との人間関係との境界線が大きく変わることになるので、友人や両親との関連性も大きく変わる可能性が出てきます。詮索好きな両親、家族以外の大切な友人などなど、2人の関係以外との人間関係は非常に重要です。科学的に言えば、両親との関係はそれほど重要ではありません。しかし、有効な人間関係を持っているのならば、
互いにシェアした方が人生はより豊かになります。結婚したし、夫や妻に悪いから友人と遊ぶのはやめようと思われる方もいるかもしれませんが、友好的な人間関係はストレスに大きく影響しますので、人間関係を断ち切るなどの制限をすることはお勧めしません。アンケートではこのように答えています。KK19933 女性40代結婚歴15年。家族に対して適度な距離の取り方を選んだ方がいいですが、互いに歩み寄りながら決めていきましょう。人の話を聞くのが嫌いだと言って私の話を聞いてくれない。もしくは興味ないの一言で話を終わらせる日々なのに、会社の女の愚痴は毎日仕事中も LINE でも聞いていて、さらにその理由が大事だからとのことで喧嘩になった。もりもり5553女性20代結婚歴2年。産んだばかりの赤ちゃんがいるのに急に飲み会、休日の予定も言わずに1日いなくなる。飲み会の日にいびきと酒臭さと育児への理解のなさから衝突しました。3、プランについての喧嘩。夫婦関係は男が仕事をし、女が家事をする。もはやこのような生きるために結婚するような価値観ではありません。現代の家族は共に豊かに協力して生きるというゴールに向かうプロジェクトだと捉えないと、長く良い関係の維持は難しいのです。そうやって捉えると、これまで全ての新婚夫婦の喧嘩の原因は、共にどんな人生を生きていたいのか、そこにどう向かうのかというプランの問題でもあるのです。いや、プランさえ作らないことに対する問題かもしれません。そもそも共に向かいたいゴールがなければ、いつまで経っていてもどこまで行っても夫婦喧嘩は互いを責め合うためのものになってしまいます。一方が我慢し、一方が欲望を満たすものになってしまうのです。そうではなく、共に向かいたいゴールを決めて、そこに向かうために協力ができる関係を作っていきましょう。アンケートではこういう風に答えています。CAKMADY333 女性30代結婚歴15年。結婚後に結婚式を挙げる予定で色々とプランを考えて、お互いに意見を出し合っていたが、夫がだんだんしんどそうな顔になってきて、そんなに嫌なら結婚式はやめようと泣いてしまった。夫は真剣に考えている時にそういう表情になるのだが、当時は一緒に暮らして間もなかったのでわからなかった。民畜さん女性50代結婚歴15年。旅行に行く時など、私は結構ざっくりとしたプランでホテルだけ予約といった感じが多いのですが、相手は何時何分のフェリー、電車に乗るから何時には家を出て、どの店に寄るために、いつにはどこに着きたいといった感じでみっちり考えるので、何も考えてくれないなどと出かけるたびに喧嘩しています。休日の過ごし方に関しての喧嘩。仲のいい夫婦であるほど、休日が共に楽しむようにしています。しかし、日々の忙しさにかまけて、生活をするためだけにパートナーがいるという新婚夫婦は、現在の休日の過ごし方も共に楽しめていません。そういう夫婦の場合、もし子供が生まれたとしても、子供との時間さえ充実しないものになってしまいます。なので、新婚だからこそ、これからのために、共に生きる時間を楽しめるようにしましょう。休日は、ただ休むのではなく、リフレッシュをした方が仕事に活力を与えてくれるはずです。しかし、多くの夫婦は休日をどこに行くべきだという圧力をかけがちです。それでは、休日もリフレッシュなんてできませんよね。アンケートではこんな答えが出ています。ルカ子さん、女性30代。結婚歴11年。そうではなく、共に楽しめるプランを喧嘩することなく作るようになりましょう。新婚だったのに、夫が仕事が忙しく、休日にあまり2人で遊びに行けなかったことで、険悪な雰囲気になりました。休みの日は、寝ているか、釣りが多く、何のために一緒にいるかわからなくなっていました。紆余曲折ありましたが、現在の仲は良好で、あまり喧嘩もありません。富永一さん、男性、30代、結婚歴5年。休日、妻と共に過ごさないと怒られた。今では考えられないことですが、仕事が休みで友達と遊びに行ったりすると、鬼のような形相で怒られたことがありました。5、妊活に関しての喧嘩。もしかしたら、あなたは子供を産んで、夫婦ではなく、家族になる時期や方法などを打ち出していないかもしれません。特に女性なんですけど、早めに産みたい、両親のために子供が欲しい、旦那との関係に不安があるから、結婚してからの将来が見えないから、まだ子供はいらないかな。
経済的に不安を抱えているからもうちょっと待ちたい。などなど、産みたい側とまだいいや側がいるのは、いつ、どの順番で何をクリアすればいいかが分かっていない場合が多いです。家族療法士のスペンサー農精神によると、夫婦間の大きな判断をするときにはタイムラインを決めないといけないと言います。子供を産むということはライフスタイルをも大きく変えることにつながりますからね。そのため互いに望んで育てるためにも妊活の問題もしっかり議論しましょう。アンケートではこのように答えていました。ES05303 女性30代結婚歴10年。夫の方が子供を欲しいって言っていたのに妊活に積極的ではなかったからです。夫が夜勤のため時間が合わずタイミングを取るために起こしてと言っても起こしてくれなかったりしました。6、お金の喧嘩。お金が最も重要ではない。これは確かですが、お金がなければ家族と過ごすこともできない。これも真実です。夫婦になればお財布は半分っこになりますので、お金の話は必須になります。新婚夫婦だと家を買うとかもあるかもしれません。特に日本ではお金の話はするべきではないという考えがありますが、この思想がお金の話をしにくくさせてるかもしれませんね。確かに議論は難しくなります。でも2人のお金を一つにして、そのお金について透明性があることは非常に重要なのです。数字をしっかり会話することができれば、共に生活を豊かにするための計画も守るための計画もすることはできません。家族は一つの会社と同じです。共にその使い道を話せないのであれば、倒産するかのごとく、夫婦も終わりを迎えてしまうかもしれませんよ。アンケートではこういう風に答えています。岡鉄さん、女性30代、結婚歴3年。夫は独身時代に貯金をそんなにしておらず、結婚してから真面目に貯金をやり始めました。なので、お金に関する価値観が違い、結婚式の準備ではお金のことで揉めました。MAYUTTONN さん、女性20代、結婚歴2ヶ月。勝手に夫の会社で貯めているはずの財形を下ろされていました。2人で家を買うために貯めようと話していたのに気づいたら50万ほど夫が勝手に使っていました。なんだ、性生活の喧嘩。夫婦関係になると、性生活のことはついて回る問題です。性生活がないとおかしい。性生活がなくても構わない。このどちらの価値観もありますよね。しかし、長期的に性生活を満喫することは簡単ではありません。実際、多くの夫婦が結婚1年目に性生活の問題が起こり、それに対してカウンセリングセラピストのカート・スミスは、性的なニーズを満たすことができる身体的、感情的な距離を生み出していると言っています。あなたが性生活に問題を抱えているのならば、これはかなり一般的であるため、心配する必要はありません。性生活を拒否する人は、わざわざ向き合って相手を傷つけて対立をすることよりも、性的な関係を拒否することが簡単であると判断しています。だからあなたが傷つくことを恐れずに問題と向き合えるのかが解決の鍵になってくるはずです。アンケートではこのような答えが出ています。たかしさん、男性20代、結婚歴3年。私は性欲が強い方ですが、妻はあまり好きではない方です。なので1週間に何回するかについて少し話し合いがなされました。結局妻の言う2回ということで決まりました。それでも喧嘩はするでしょう。しかし、このままただ喧嘩をしていても、責めるか、責められるか、どちらが悪くて、どちらが正しいのかから抜け出せないままですよね。これでは、夫婦関係は一向に進化していかず、むしろ悪い方向に進むばかりです。そうならないためにも、先ほど紹介した7つのヒントを参考に実践していってください。とは言っても、いきなり難しいですよね。なので、まずは小さいところからスタートしてみてください。どこに出かけるのか、どうやって楽しむのかというところからでも共にゴールを決めてプランを練って実行していきましょう。最初からうまくいくことはないかもしれませんが、これから先に来るありとあらゆる問題を共に乗り越えるためにもじっくりゆっくり互いの関係を育てていってみてください。これを繰り返していって小さなプロジェクトを乗り越えられる夫婦になっていってくださいね。応援しています。このチャンネルは他にも心理学と一般アンケートをもとに夫婦やカップルに関するあらゆる問題を解決する動画を発信しています。YouTube は数多くの動画があるのでもう二度とあなたと出会うことがないかもしれません。
ぜひ、このチャンネルを登録していってくださいね。他にも、こんな問題を解決してほしいってあなたは、ぜひコメントをください。それでは、次の動画でお会いしましょう。